2024年買ってよかった文房具ベスト10を皆さんに紹介していきます。第10位にランクインしたのはロットリングのラピッドプロブラックのシャーペン4400円でございます。ロットリングはドイツの製図用品メーカーです。そんなロットリングが展開する一般筆記用の高級シャーペンがこちらのラピッドプロです。ラピッドプロはシルバーとブラックの2色展開。もともと僕はシルバーを持っていたんですけれども、今年はブラックも購入してしまいました。こちら買ってよかった理由としては、ロットリングらしいめちゃくちゃかっこいい鉄アインと、あとは完成度の高さですね。こちらはフルメタルボディなので重量感があって所有欲を満たしてくれます。それから誰が見てもかっこいいと思わざるを得ないこの高身長で引き締まったボディというのもお気に入りです。それから使わないときは先端のガイドパイプも収納できるので安心かなと思います。ラピッドプロの注意点としては、ロングボディで結構重たいペンなので、正直素早く書くのにはあんまり向いてないかなと思います。勉強してる時にモチベーションを上げたいっていう人に使ってほしいシャーペンかなと思います。続いて第9位にランクインしたのは、ユニクルトガ KS モデル税込み605円でございます。2008年に発売したクルトガのスタンダードモデルの改良版として今年2023年に発売された新型モデルとなっています。こちら買ってよかった理由としては確実に進化を感じるモデルだからです。まず一番の進化したポイントとしてはガタつきがすごいちっちゃくなったんですよね。旧型に比べて上下方向それから左右方向のガタつきどちらもねすごい小さくなりまして、体感としてはこれまでの半分ぐらいのねガタつきの大きさになったんじゃないかなと思います。それからかなり握りやすくなりました。これまでの旧型はグリップがプラスチック製だったんですが、今回はエラストマーグリップが採用されています。エラストマーっていうのはラバーと樹脂の中間みたいな素材でしっかりとグリップ力があるんですよね。それから先端に行くほど広がるようなグリップ形状になっているので、前作と比べてもかなり握りやすくなって長時間の筆記でも手が疲れにくい、そんなシャーペンかなと思います。あとはね、デザインがすっきりしたっていうのもいいですよね。シンプルでどこでも使いやすいデザインになっています。旧型はねちょっとメカメカしかったんですけれども、今回は洗練されたデザインになっているので性別関係なく使いやすいシャーペンになったかなと思います。ただ残念ポイントとしてはカチャカチャ音が旧型よりも増したかなっていうところなんですよね。旧型はぐらつきがすごい大きかったんですけれども、その分ねなんかモフモフとした柔らかい書き心地だったんですよね。ただ今回はちょっと硬めな書き味になりまして、書いてる時のカチャカチャ音が旧型よりも目立つようになりました。多機能ペンの中に入っているシャーペンで書いているようなそんな書き味なので、ここは好みが分かれるポイントかなと思います。続いて第8位にランクインしたのはステッドラーの92535の限定色でございます。ドイツの文房具メーカーステッドラーを代表するシャーペン92525、92535、そちらの限定色を今年2本購入しました。こちらが92535の限定色ロイヤルブルー2970円です。こちらはステッドラーの日本支社設立50年目を記念したモデルとなってまして、ロイヤルブルーとマットなゴールドの組み合わせがかなり特別感がありますよね。でこちらは92535の韓国限定色ダークバイオレットでございます。僕これ韓国旅行に行った時に購入しまして、日本円で3100円ぐらいで購入できました。こちらの2本ですね。こちら買ってよかった理由としては、やっぱりプレミア感のある限定色というところですね。ステッドラの限定色って本当にねどれも綺麗で集めたくなってしまうような魅力的なカラーなんですよね。それから92535はめちゃくちゃ有名な製図用シャーペンってこともあって筆記性能も申し分ないですね。先端には 4mm のガイドパイプが搭載されていてかなりペン先の視界いいですし、ボディはアルミで作られたフルメタルボディのシャーペンなので書いてる時のコツコツ感っていうのもねまた最高ですね。こちらのペンの注意点としてはちょっとローレットグリップがきついってところですね。こちらのロイヤルブルーに関しては通常の92535よりもローレットのギザギザの溝を浅くして指に優しくなってるんですけれども、それでもね結構きついんですよね。なんか爪やすりを握ってるような感覚で長時間ずっと握ってるのにはあんまり向かないグリップかなと思います。第7位にランクインしたのはトンボのモノグラフファイン税込み1210円でございます。
こちらはトンボ鉛筆が展開するモノグラフシリーズの最高峰モデルとして今年誕生したシャーペンとなっています。全身落ち着いたマットなボディなんですけれども、ボディの上部には青、白、黒のモノカラーがアクセントになっています。このペンを買ってよかった理由としては、コスパが最強すぎるっていうところです。もうね、安いです、このペンは。一応価格が1210円となっているんですけれども、それでもね、安いなと思います。シャーペンで1000円を超えてくると金属のボディになったり、ちょっとね素材にこだわりが出てくるんですけれども、このペンはね1210円のこだわりではないんですよね。ちょっと細かく見ていくと、この口金とグリップの部分が一体化の真鍮のパーツで作られています。書いてる時に口金の部分だけネジが緩んでしまうっていうこともないですし、一体化のパーツになっているってことで合成もかなり上がっています。このグリップと口金のパーツ、真鍮でできているってことでめちゃくちゃ重たいんですよね。で、逆にそれ以外のボディのパーツは樹脂でできているので、重量配分を考えると先端の方に重たいパーツが集中して低重心になっているんですよね。これが思った以上に書きやすいです。文字を書いてる時になんかアシストしてくれるような力を感じるんですよね。なので余分な力を加えずにスイスイ文字を書くことができます。グリップの表面にはソフトフィール塗装という表面にラバー塗装みたいなものがされているので、握ってる時に滑りにくいのもまたいいですね。あとは消しゴムユニットロック機構っていうのがありまして、これまでのモノグラフシリーズって字を消す時に強く消しゴムを押し込むと勝手にシャーペンがノックされてしまうってことがあったんですけれども、今回のモノグラフファインは消しゴムを下にするとロック機構が作動して、どれだけ強く消しゴムを押し込んでもシャープ芯が出ないようになっています。最高峰モデルということでこだわりもすごいんですけれども、それが1210円で買えてしまうという、もうこれがトンボ鉛筆のやばさかなと思います。ただ注意点としては若干カタカタ振動がするっていうところですね。おそらくこのロック機構のパーツがカタカタね振動しているんじゃないかなと思うんですけれども、そんなにすごい気になるわけではないんですけれども、素早く書こうとするとカタカタ振動がねどうしても出てしまうので、そこはねちょっと残念かなと思います。第6位にランクインしたのはステッドラーのヘキサゴナルバージョン1でございます。税込み3850円ですね。鉛筆メーカーが本気で作ったメカニカルペンシル、書くことにこだわった究極の一本というコンセプトで2022年突如として誕生した機体の新星です。こちらは2023年の7月に発売された限定色バージョン1でございます。こちらのシャーペン買ってよかった理由としては、見た目がいいのと書き味がいいっていうところですね。グレーとゴールドの組み合わせっていうのがめちゃくちゃ上品でかっこいいですよね。ヘキサゴナルはこれまでブラック、シルバー、バージョン0、バージョン1のこの4本が登場したんですけれども、個人的に一番好きなのがこちらのバージョン1なんですよね。こちらのシャーペンは鉛筆をモチーフにした六角形のボディになっています。六角ボディって結構ゴツゴツしたデザインになりがちなんですけれども、それをここまで上品に仕上げているっていうのはさすがだなと思います。それからフルメタルボディなので書き味も非常にいいです。かなりコツコツとした書き味を楽しむことができます。それから表面にはラバー塗装が施されているので触り心地も非常にいいです。ちょっとしっとりとした触り心地なんですけれども、滑りにくくなっているのでそこは評価できるかなと思います。ただこのラバー塗装をジャラジャラした筆箱に入れていると塗装が剥がれることがあるので、そこは注意が必要かなと思います。続いてこちらは番外編なんですけれども、自社のシャーペン合成感マックスバージョンでございます。これは買ったわけではなくて僕が作っているシャーペンの発売前のサンプルでございます。実は最近僕会社を立ち上げて社長になりました。で、今こだわりまくったシャーペンとかペンケースを一から僕がデザインして開発をしています。かなり本気で作っています。2024年発売予定です。で、その今作ってるシャーペンのファースト動作サンプルがようやく完成して今使っております。サンプルの制作費だけで何十万円も実はかかっているので、もうこれは買ったと言ってもいいでしょう。シャーペンは今2本作ってて、合成感マックスバージョンの重たいシャーペン、それから金属ボディだけどめちゃくちゃ書きやすいシャーペン、この2つを作っています。で、今紹介しているのは合成感マックスバージョンのファースト動作サンプルですね。こちらがようやく最近完成しまして、で今使っているんですけれども、冗談抜きで僕の好みの書き味すぎて最近こればっかり使っています。
真鍮とアルミを交互に使ったフルメタルボディのシャーペンなんですけれども、シャーペンの中でも超重量級になるんじゃないかなっていうぐらいすごい重たいシャーペンです。かなり重たいので正直ね好き嫌い分かれそうなんですけれども、僕って重たいペンがすごい好きなんですよね。所有欲が満たされるし、何よりもこのコツコツとした書き味が本当に気持ちいいんですよね。これは順調にいけば来年の夏頃発売できる予定なので、ぜひ楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。第5位、ペンテルアイン 0.5mm HB220 円でございます。こちらは今年ペンテルから新たに発売されたシャープ芯なんですけれども、ここ最近一番使っているシャープ芯ですね。オールインを組み合わせてアインという名前が付けられました。こちらのシャープ芯買ってよかった理由としては、ケースがめちゃくちゃかっこいいのと、かなり滑らかな書き味っていうところなんですよね。これまでのアインシュタインはこんな感じでポキポキと上のパーツを回すことで芯を出せたんですけれども、今回のアインはこうしてこうなので、すごい動作がかっこいいんですよね。しかもケースの色がブラックなので、カベコとかオレンズネロとかそういったねすごいかっこいい高級シャーペンと組み合わせても全然安っぽいと思わないデザインとなっています。こちらのアインは原材料に特殊なオイルを使った新製法となっているので、これまでのアインシュタインよりもより滑らかになりました。筆跡も若干濃くなったような気がします。こちらのアインの注意点としては、これまでのアインシュタインと比べるとちょっと型べりがしやすくなったかなっていう感じです。同じ HB でもアインシュタインの方が型べりしにくいような感覚があるんですよね。ちょっと今度ね H を買ってみようかなと考えています。第4位はユニのクルトガダイブ5500円でございます。こちらは買ってよかったというより変えてよかった、そんなシャーペンかなと思います。クルトガダイブは5500円の最高峰クルトガです。 YouTube とかの影響ですごい今人気らしくて、今でも入手が難しいシャーペンとなっています。2023年の3月にトワイライトオレンジとデンスグリーン、アビスブルーの3色が通常色として発売されて、密かに購入をしていました。で、最近オーロラパープルっていう新色が新たに登場したので、もともと買おうと思っていたんですけれども、ちょっとご縁があって三菱鉛筆さんからいただきました。ありがとうございます。こちらのクルトガダイブ買ってよかった理由としては、世界中あらゆるシャーペンの中で最もやばい機能が搭載されたシャーペンだと僕は思ってて、それを所有できたのが幸せっていう、そういう理由ですね。ちょっとクルトガダイブの機能について簡単に紹介をしていこうと思います。クルトガダイブは一言で言うと、ノックが完全に不要のシャーペンとなっています。こちらキャップ式のシャーペンなんですけれども、書き始めるときはキャップを抜きます。そうするとすでに芯が出た状態になっているんですよね。一度こうやって戻してキャップを閉めて、でまたキャップを抜くと、先ほど同様芯が出た状態になっています。なので書き始めるときもノックがいりません。で、書いてるときは画数に応じて芯が繰り出される自動芯出し機構が搭載されていることもあって、長時間文字を書いててもノックをする必要が本当にないんですよね。実はこれまで自動芯出し機構のシャーペンっていうのは、ペンテルのオレンズネロとかオレンズ AT とかパイロットの S30 とかがあったんですけれども、それらのシャーペンってペン先を見てみると芯がパイプから出ない状態で筆記をするので、ちょっと書いてる時に引っかかりを感じる書き味だったんですよね。ただこちらのクルトガダイブは普通のシャーペンと同じく芯が出た状態で書くことができるので、引っかかりを感じない自動芯出し機構のシャーペンなんですよね。いや、これがマジですごくて、世界中探してもこのシャーペンしかないです。こちらのペンは20年近くも開発に時間をかけて作ってきたシャーペンってこともあって、そんな人類の英知ともいえるシャーペンをこうやって所有できたことがね、すごい幸せだなと思うんですよね。これまでクルトガダイブって結構青系のね色が多かったんですけれども、今年発売されたこちらのトワイライトオレンジが個人的には一番お気に入りです。クルトガダイブの注意点としては、クルトガということでちょっとペン先がガタつくんですよね。先ほどご紹介したクルトガの KS モデルの方がガタつきは小さいので、ガタつきが苦手っていう人はクルトガダイブちょっと厳しいかなと考えています。第3位、野原工芸スタビメープルコブ2色半紋クジャク色金具でございます。税込み 27,500 円です。野原工芸は長野県南木曽町にある工房です。今では木軸ペンを代表するブランドになるほど本当にレジェンド的な、そんな存在なんですよね。
僕は毎年のように野原工芸のペン買わせていただいているんですけれども、今回こちらを買ってよかった理由としては芸術的なデザインっていうところですね。通常は黒色の金具なんですけれども、こちらは反紋着色金具っていうのが使われていて、存在感が全然違うんですよね。こちらはね、めちゃくちゃかっこいいですね。こちらの反紋金具は野原工芸今年100周年なんですけれども、その野原工芸の100周年企画として野原工芸の本店で販売している特別な金具となっています。こちらの反紋金具はモメンタムファクトリーオリーという会社が着色を手掛けています。マーブル模様のブラウンが芸術の域に達しています。こちらは金具だけじゃなくて木軸の部分も普通じゃないんですよね。この木材の部分はカエデのスタビライズドウッドを使っています。スタビライズドウッドっていうのは着色した樹脂を含浸させた木材のことです。簡単に言うと木の繊維の間に樹脂が入っているっていう感じですね。そうすることで木材を均一に硬くすることができて、でさらに木材の大敵である湿気の影響というのも受けにくくしています。で着色する樹脂の色によって染め上がる色がね違ってくるんですけれども、こちらはチョコブラウンと水色の2色で染められているので、半分自然が作って半分は人工的に作られた、そんな模様がね本当に美しいんですよね。金具と木材の模様がどちらも結構似ているので、遠くから見たらどこが境目かよくわからないぐらい統一感があるんですよね。これはかっこよくて一目惚れでした。それからパイロットのアクロインキが搭載されていることもあって書き味も申し分ないですね。普通に普段使いでも全然使っていけるボールペンです。こちらのペンの注意点としては、通常の黒クロムメッキの金具と比べると剥げやすいってところが注意かなと思います。こちらのペン使うときはなるべく一本一本傷から守れるペンケースに入れて使っていくといいんじゃないかなと思います。第2位、アイストッククラブ2本差しペンケースのプエブロレザー、税込み 12,320 円でございます。こちらは楽天で購入した2本差しペンケースとなっています。動画ではこちら全然紹介してこなかったんですけれども、最近筆箱はこればっかり使っているっていうぐらい本当にお気に入りのペンケースとなっています。こちらのペンケース買ってよかった理由としては、コンパクトでペンをしっかり守れるっていうところですね。僕自身2本差しのペンケースとか3本差しのペンケースってこれまで持ったことがなかったんですよね。なんか10本差しのペンケースとか結構大容量でいろんなペンを守れるっていうものが好きだったんですけれども、最近よく考えたら僕消しゴムを使わなくなったんですよね。僕は A4 の紙にザーッとシャーペンで書くことが多いんですけれども、間違えちゃったとしても横線で訂正すれば全然いいじゃんみたいな、なんか消しゴムを使うのがちょっとめんどくさくなってきちゃったってこともあって、そんな今の自分の需要にぴったりとマッチしたのがこちらのペンケースでした。正直2本差しペンケースって他にもいろんなブランドさんが出しているので、特別すごいオリジナリティがあるペンケースではないんですけれども、僕自身プエブロレザーが結構好きで、プエブロが使われた2本差しペンケースをちょっと楽天で探してたらいいのがあったので、こちらを購入したっていう感じです。実際に使ってみてもかなりコンパクトなので場所を取らないっていうのもすごくいいなと思います。今僕の会社でもちょっと2本差しのペンケースとか3本差しのペンケースも作ろうかなと考えていて、またそちらの方もお楽しみにしていただけると嬉しいです。第1位、カランダッシュバリアスエボニーローズゴールドプレートでございます。栄えある第1位は僕の登録者数50万人を記念して購入した合計50万円のペンたちでございます。これらの定価をちょっとまず先にお伝えしますと、このシャーペンとボールペンが12万1000円で、ローラーボールペンが14万3000円で、万年筆が18万7000円でございます。定価で全部買おうとすると57万2000円ということで、もうバカみたいに高いですよね。僕は楽天で定価よりもちょっと安く購入したんですけれども、それでも50万円近くしたので、本当にとんでもないペンたちですね、これらは。カランダッシュはスイスの高級筆記具ブランドです。これらのペンは価格もクオリティも圧倒的で、50万人の勲章として本当にふさわしい一本だったなと思います。僕自身ダークブラウンとローズゴールドの組み合わせっていうのがすごく好きで、このペンは僕のドンピシャタイプな見た目だったので、結構前から欲しいなと思って憧れていたんですよね。
バリアスのシャーペン、この1本でスマッシュが110本も買えるという意味がわからないぐらい高額なんですけれども、やっぱりね、実物を見るとやっぱりそれなりのオーラがあるなと感じます。このボディのところには黒炭という高級木材が使われています。一般的に木軸ペンっていうのは旋盤を使って円の断面に削っているんですけれども、こちらは円ではなくて六角形になるように手作業で削っているので、これまたかなり時間がかかるんですよね。この角の部分もしっかりと面取りがされていて、かなり細かいところまで手が加えられています。でこの金具にはローズゴールドのメッキが施されているんですけれども、これさえあれば手鏡いらないんじゃないかっていうぐらい鏡のように歪みなく反射してくれます。やっぱり高級なものってこの平面の部分がいかに平面であるかっていうのが結構ポイントになってくるのかなと思いますね。やっぱりね、歪みがないので遠くから見てもこのペンやばいペンだなっていう風に思うんですよね。あとクリップの部分は可動式クリップになっているのでかなり挟みやすいです。このペンに関しては本当にコストカットとかはもう度外視で、本当にお金を惜しまずにかけた最高峰筆記具だと思っています。こういった最高峰のものに触れることで今後のねレビューに深みが出ると勝手に思ってるんですよね。なんかお手頃な筆記具をレビューするだけだと安いペンしか知らない状態でレビューすることになるんですけれども、こういった最高峰のね筆記具に触れることで、こういうところでコストカットしてるんだな安いペンはみたいな感じで、ちょっと気づける幅が広がるんじゃないかなと思うんですよね。なので高いペン安いペン関係なくね、これからもいろんなものをレビューしていきたいなと考えています。ということで紹介終わりました。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。